イスー、イモナレフです。今回もヒロアカウルトラランブルやっていくよ。今回の動画はかっちゃんこと爆豪勝樹、チームアップは飯田くんとダビだよ。てめえら足引っ張んなよ。さて開幕は他のチームがいない地点からスタートできたので、しっかりアイテムを漁って準備をしよう。爆豪のロールはチームメンバーの攻撃力が上がるストライクで、貫通射撃や範囲爆破、突進や飛行スキルを備えた高機動射撃キャラ。同じロールの他のキャラとの最大の違いは特殊アクション爆速ターボによる機動力。エイムした方向に高速ダッシュが可能で、ストライクの中でも数少ない空中機動ができるキャラの一人。そして個性技の方はアルファ技が主力となる射撃の AP ショット。威力、射程は標準だが連続ヒットで大ダメージが狙えるほか、キャラや相手のガードを貫通してダメージを与えることができるのが特徴。ベータ技は手榴弾を投げて着弾地点を範囲攻撃できるインスタントグレネード。キャラの動きが速いゲームなので動き回る相手に当てるのは難しく威力もアルファ技に毛が生えた程度なのだが、中距離以下の相手への牽制や遮蔽物越しへの攻撃などアルファ技では狙いにくい場所への補助的な使い方ができる。ガンマ技は突進技と近距離爆破の2種類に派生できるハウザーインパクト。突進技の方は前進しながら多段ヒットの攻撃を繰り出し、終了時に爆破技を仕掛ける。ダメージの合計値は高いがクリーンヒットさせるのが非常に難しく後隙も大きい。しかし前進距離が長いので移動技としても使用できる。二動詞で発動できる派生技は前方に即時爆破攻撃をして範囲攻撃が可能。こちらの方は発生が早く後隙もほとんどないので近距離戦の切り札となる。しかしながら爆豪は右の大振りから入る通常攻撃の隙が大きく、近距離戦向けの技はガンマ技くらいなので接近戦が苦手。なので基本は特殊アクションの爆速ターボで距離を取り、アルファとベータ技で射撃を主体に戦うのが強みを発揮しやすい。さて開幕は他のチームとの接触前に多くのアイテムを確保することができたな。個性技のレベルアップも進んでいるので戦闘になっても十分に戦えるだろう。あの光の柱は仲間を復活させている時に出るものだ。阻止は間に合わなかったが味方に知らせて復活直後の敵チームに攻撃を仕掛けよう。相手は射撃カウンター持ちのミスターコンプレスか。こればかりは貫通射撃でも破れない、ならば。ガンマ技の範囲爆破で射撃カウンターを突破。続いてグレネードの爆風で、プルスケイオスを使ったトガちゃんがカバーに入ってきた。飛び振りを当てたがまだとどめにはならないか。シールドを剥がされてしまったのでここは無理をせずに爆速ターボで離脱しよう。オープンベータテストから追加された要素でこのゲームは KO されても、ドロップしたバッジを仲間に拾ってもらいさらに復活カードを使ってもらうことで復帰することができる。ただしアイテムもプルスウルトラゲージも0で個性技も全てレベル1から。なので今のチームを倒しきれなかったとしても相手は立て直しが難しいので焦る必要はない。それよりも戦闘が長引いて他のチームから横槍を入れられる方が危険なのでしっかり囲まれないポジション取りを意識しよう。味方の飯田くんが先行しているがあれくらいの距離なら最強クラスの機動力により攻撃から離脱まで完遂できる。なので戻ってきた時のカバーをしっかりしよう。あそこにいるのはオープンベータテストからの新キャラ剣道ちゃんだな。ガードを持つキャラなのだがあれなら爆豪の貫通射撃でダメージを与えることができる。よしシールドは剥がしたので接近戦に持ち込まれないよう距離を保ちながらダウンを狙おう。そして周囲にプレイヤーの気配がするのでダウンを奪ったら追撃してすぐさま KO だ。とどめを阻止される可能性のある乱戦地帯でも、遠距離からすぐに KO を取れるのが射撃持ちの強みの一つだ。よしこれで主力のアルファ技がレベルマックス。爆豪の個性技は全てレベル4と9以外微量な攻撃力の上昇のみなので、現状のレベル配分ならほとんどフルに力を発揮できる。さてまだ周囲に他のチームがいるので気を緩めず対応していこう。まだ複数の気配がするが正確な数はわからないな。背後を取られないようにエリア際で行動しつつ、チームで固まって接触した相手にも対応できるようにしていこう。エリア外から敵のダビが逃げ込んできているぞ。エリア際でダウンしていたチームの生き残りか？ダビは強誘導の射撃やトラップ、射撃ガードを持っており射撃戦や守りが強い反面移動スキルは持っていない。そして射撃ガードも爆豪の AP ショットならば貫通させることができる。何より数で圧倒しているので一気に倒してしまおう。ダビが逃げた方向にもまだまだ他のチームがいるな。アイテム集めや個性技のレベルアップがある程度完了している状態で、無計画に戦闘を続けて消耗するのはよろしくない。
味方もしっかり理解していて安全確保を優先してくれているな。さてようやく一息つけたところで飯田くんにカードを渡せる。と思ったがすでにベータ技以外はレベルマックスだったな。そして今度は単独の轟くんか。深追いはしない方がいいが見逃す理由もないのでダメージを与えておこう。惜しいあと一発で倒せるが強制ダウンしてしまったか。しかしまだ残りチームも多いのでこの先どこに潜んでいるかもわからない。ここは近場の安全確認だけしたら回復をして次の戦いに備えた方がいいな。東側から他のチームがやってきたようだな。とりあえずだが背後にすぐさま攻めてきそうなチームは見当たらない。となれば味方の援護に向かうか。とりあえず一番近くにいるコンプレスから攻撃していこう。相変わらず射撃カウンターを構えているので射撃ではなく爆風を狙っていきたい。と思ったら一発返されたか。しかし懐には潜り込んだ。このままフィニッシュだ。爆豪は接近戦はあまり得意ではないがコンプレスはそれ以上に接近戦向きのキャラではない。射撃で削られたり逃げられる前に一気に攻めるのが大事だ。さて他のプレイヤーも乱入してきて賑やかになってきたな。よし乱入してきた死柄木もシールドがないようなので回復される前に仕留めたい。おっと死柄木の逃げた方向にデクも割り込んできたな。相手との距離に注意しながら射撃戦に徹していこう。そして茂みに隠れて回復しようとしている死柄木を一気に叩く。このゲームキャラの動きが速い上に視認性が悪く音も聞こえづらいのでキャラを見失いやすいのだが、そういう時大体の当たりをつけてのオートエイムが役に立つ。よし死柄木を撃破してデクも撃退。デクのシールドも剥がしたが追撃に行くよりも、味方が別チームとの交戦になったようなのでそちらの援護をしよう。まずいな味方のダビがダウンしてしまったようだ。まずは進路上のトガちゃんをダウン。そして残る死柄木も味方に追撃する前に攻撃して注意を引こう。しかし死柄木はトップクラスの瞬間火力を誇るキャラなので正面から長時間の打ち合いは禁物だ。味方の飯田くんはダウンした仲間を背負って移動と蘇生ができるのでダビの救助は任せる。よしグレネードを嫌がって下がっていったな。そして隙を見てトガちゃんの蘇生をする気のようだがそうはいかない。よしこれで交戦していたチームをダウンさせられたな。エリア内に戻って復活されないようしっかりとどめを刺してから回復して味方と合流しよう。死柄木もエリア外で脱落して残りの敵は2チーム。いかん、味方が逃げた先にも別チームがいて交戦になったようだ。しかし体力がない状態で駆けつけてやられたら元も子もないのでまずは回復だ。とりあえず全体回復を使って飯田くんのシールドは回復できたがダビの救助はちと無理か。しかしダビのバッジを拾っておけば後で復活させられる可能性がある。やばい正面からエリア内に戻るのは無理だ。迂回するしかないがエリアの縮小が早い。ゲー間に合わなかったか。しかし諦めるのはまだ早い。ダウン中左下にカウントダウンが表示されるが、これは脱落までの時間ではなく自力で復活するまでの時間だ。なのでダウンしてもダメージを受けずに時間いっぱいしのげば自力で復活ができる。よし復活できればこっちのもんだ。今のうちに全体回復アイテムで味方を回復。それから体力も戻しておこう。さすがにバレたか。ここは一時退避して味方と合流しよう。私がダウンしてから復帰するまでの間、飯田くんが復活カードを使ってダビを復帰させてくれたようだ。敵の狙いが外れた隙に再度回復。ダビにカードを渡したいがさすがにこの終盤の乱戦でそこまでやる余裕はなさそうだ。まだ敵にも飯田くんが残っていたか。飯田くんはただでさえ動きが速い上速度強化の技を使うため、動き回られると普通のキャラで捉えるのは非常に困難だ。今のうちにもう一個全体回復をもうこっちに回り込んできていた。この地形と体力では反撃もままならない。吹っ飛ばされたどさくさで今度こそ狙いから外れたので再度全体回復アイテムを使用。体力を万全にしたらすぐさま味方の援護だ。味方の体力もそろそろやばい。まだこっちに敵がいたか。お茶子は判定の強い近距離技を持っているので接近戦は不利。そしてプルスウルトラゲージが溜まったが残り人数がよくわからないので使いどころが難しい。とりあえず味方も一息つけたようだがダビは復帰直後なのでアイテムが不足しているようだな。今のうちにアイテムのいいお茶子の範囲攻撃だ。このゲームとにかく他のプレイヤーの出す音が聞こえづらいのでいつ高跳びをするために技を使ったのかがさっぱりわからない。が、味方が駆けつけてくれたのでなんとかなった。ダビが技を仕掛けてもくれたのでもうおいそれとは登ってこられないだろう。今のうちにアイテムを渡しておきたいが、
いかん、エリアが最終地点に移動を始めていてゆっくりとアイテムを渡している暇がない。ここはもう外に出て戦うしかないか。しかし時間を稼いだ甲斐あって残りの敵は1チームだ。相変わらず敵の飯田くんの動きが速すぎてまともに狙えないがガンマ技の爆破は当たった。相手は減速している。さあシールドは剥がした。あの飯田くんが最後の一人かどうかはわからないが念には念を入れてプルスウルトラは次の一撃を食らうまでは温存したい。プルスウルトラは切り返しに使う方が効果的だし枚数で有利ならば使わずに終わるに越したことはない。お、味方の飯田くんがやってくれたか。残りの敵 A はなし、これでフィニッシュだ。見事なバトルだったね。チャンピオン。宣戦布告だ。目障りな一番強えやつ。というわけでかっちゃんこと爆豪華付きでした。貫通射撃と範囲爆破、突進と移動技を備えた高機動射撃キャラ。ストライクの中では扱いやすいが接近戦は苦手で爆発力を発揮するには腕前が必要なキャラだよ。それではご視聴ありがとうございました。